皆さんこんにちは、こんばんは。アイスインワンダーランドのアリスです。そして皆さん、こんにちは、こんばんは。チャッティです。今日もどうぞよろしくお願いします。今日は無料で高精度の文字起こしができる AI ツール、Whisper の高速版、Faster Whisper のインストール方法をご紹介したいと思います。初心者の方にもわかりやすく解説していきますので、動画の文字起こしなどしたいなと思っている方は、ぜひトライしてみてください。Whisper を動かすためにはどのくらいのパソコンが必要なんですか？では、Faster Whisper が動く PC の環境を説明します。これは嬉しいポイントなんですが、実は GPU がなくても動きます。ノート PC でも OK。ただし、時間はかかります。それで最低限のスペックはご覧の通りになります。メインメモリーですね。メインメモリーが 8GB ぐらいあった方がいいかなというふうに思います。そして、快適に動くためにはやはり GPU が必要で、快適ラインとしては RTX の3000番シリーズ以降、そして VRAM は 6GB 以上必要だと思います。さらに一番精度の高いモデル、このラージ V3 というのを動かしたければ 12GB ぐらいの VRAM があるといいと思います。ミディアムでも十分に使えると思いますので 4GB の PC の方もトライしてもらえるといいと思います。それでは今からインストールや使い方について見ていきましょう。それでは皆さん、頑張ってください。Faster Whisper をインストールして動かすために必要なものは Python と FFmpeg になります。まず Python から見ていきましょう。もうすでにインストールされている方は大丈夫ですが、この Faster Whisper を動かすために必要な Python のバージョンは 3.10 から 3.12 のバージョンを入れてください。3.13 だとうまく動かない場合がありますので、その場合は 3.10 から 3.12 の Python をインストールしてください。インストールは簡単で Python のページに入ってダウンロードから All Releases を見てください。そのうちの Python の 3.11 とか 3.10、3.12 のバージョンのものをインストールしてください。ここは新しいものから順番に並んでますので、その数字の一番新しいものを入れればいいかなと思います。そして、ここのダウンロードボタンを押すと、インストーラーがダウンロードされます。こちらがインストーラーになります。私はわざと 3.13 をインストールしようと思っていますが、皆さんは適切なバージョンを入れてください。で、ダブルクリックします。そうすると、このような画面が出て、インストール Now を選ぶのですが、その前に必ず Add Python EXP to Pass、これにチェックを入れてください。そして、インストール Now をクリック。警告音が出ますが、許可するとそのままインストールが始まります。インストールにはしばらく時間がかかりますので待ちましょう。しばらく待ってこのような画面になればインストールされています。次にパワーシェルでコマンドを打つための準備をしていきましょう。タスクバーにある Windows のマークをクリックしていただき、パワーシェルを開きますが、この時に Windows パワーシェルを管理者として実行してください。そうするとこのような画面が出ます。ここに管理者 Windows PowerShell と書いていれば OK です。ここに Set Execution Policy Remote Signed と入力してください。このあたりのコマンドはまとめてコピー&ペーストできるように私の GitHub のページかどこかに置いておきますので概要欄からリンクを見て使ってください。このコマンドを入力したら Enter を押してください。ここで OK ですかっていうコメントが出ますので Yes と Y と答えましょう。今の状態を確認するときは Get Execution Policy といただければ今リモートサインドと出ていますのでこれで状態が確認できます。これで準備は OK です。では Whisper 用のフォルダを作っていきます。なるべく日本語の文字が入らない方が無難だと思いますので私は C ドライブの直下に新しいフォルダを作ります。新規フォルダ Whisper とします。で、このフォルダを開きます。ここで右クリックしてターミナルで開く。そうするとこのディレクトリーからパワーシェルが開きます。最初に仮想環境を作っていきます。ここでまずこの Python のバージョンが何になっているかを調べましょう。今私の Python は 3.13.9 になっていますのでこのままだと Fast Whisper がうまく働かない可能性があります。そこでもう一つ入っている 3.10.9 の方で仮想環境を作っていきたいと思います。その場合は py-3.10-m vm このように仮想環境を作ります。
次に仮想環境を活性化していきます。頭に VEnv という緑の文字、VEnv というのが出れば仮想環境が活性化されています。もう一度この中の Python のバージョンを調べてみます。今この中の Python はちゃんと 3.10.6 になっていますので大丈夫です。では次に FFmpeg を見ていきます。私はすでに入っているのですが、皆さんも一度入っているか確認してください。FFmpeg。これでバージョンが出れば OK ですね。このような画面が出れば OK です。もし入っていない場合は winget install。そうすると、初回の場合は、OK ですかっていうのが出ますけれども、ここは Y で進んでいただいても大丈夫です。私も上書きしても問題ないので、Y で進んでいきます。そうすると、FFmpeg のダウンロードが始まって、パスも通してくれるので、これが一番楽だと思います。そして FFmpeg の新しいパスが通ったので、一度パワーシェルを閉じてくださいというコメントが出ます。指示通り一度パワーシェルを閉じて再度開き直しましょう。仮想環境を活性化します。FFmpeg のバージョンをもう一度確認してみましょう。先ほどのように文字が出れば大丈夫です。それでは次に FirstWhisper のインストールをやっていきます。では FirstWhisper のインストールですが、これはとても簡単です。まずは pip を最新バージョンにアップデートしておきましょう。pip install -unpip。そのコマンドが良くないよっていうことなので変えます。こちらですね。pip を最新のものにバージョンアップしておきます。その後で pip install FirstWhisper と入力するだけです。エンター。これで文字がダラーっと流れていってインストールが始まっていきます。しばらく時間がかかりますので待ちましょう。このように文字が止まったらインストールができています。ここに Successfully Installed FirstWhisper 1.2.1 となっていますので、うまくインストールできていますね。あとは、ここにコマンドを打って FirstWhisper を起動していくだけですが、このパワーシェルに全てをコマンドを打つのも大変ですので、コマンド用のファイルを準備しましょう。先ほど Whisper というフォルダを作って、その中に仮想環境を作りました。その仮想環境のフォルダがあるところに、この test_whisper というファイルを作ります。こちらのファイルもダウンロードできるようにしておきますので、概要欄からリンクに行ってファイルをダウンロードしてください。あと一つ、音声が入っているファイルを準備してください。私は今回この動画の冒頭部分を取った MP4 動画ファイルにしましたが、音声ファイルでも大丈夫です。ではこの test_whisper ファイルの中身を見ていきましょう。私はテキストエディター VS コードを使っていますが、何も入ってない方はメモ帳でも大丈夫です。ただテキストエディターの方が見やすいですし、記入ミスが少なくなりますので、なるべく VS コードやカーサーなどのテキストエディターをインストールしてください。この緑の部分は全部コメントですので、コマンド自体は非常に少ないです。最初に FirstWhisper を呼び出します。そして次にモデルを選択します。モデルは今回私は Large V3 を使いますが、GPU のメモリーが少ない場合は、Medium ぐらいを選択しておいてください。もし GPU がなくて CPU で行う場合は、このCUDA の部分を CPU に変えてください。その場合はモデルをスモールやタイニーにした方がいいと思います。次に処理をしたいファイル、そしてタスクを選びます。まずはここにファイルのパスを入れてください。先ほどのこのファイルと同じフォルダーに入っている場合は、このテストからの名前だけで結構ですけれども、違う場所にいる場合はフルパスを入れてください。フルパスを入れるときはダブルクォーテーションで囲んで、これをバックスラッシュではなくスラッシュにしておいてください。次に言語ですけれども、日本語の文章の場合は日本語を指定しておくと精度が上がると思います。その他の書き方をコメントに書いてあります。そしてタスクにトランスレート翻訳をしたい場合はこの文字を入れておきます。これで保存しておきます。その後はパワーシェルにコメントを出すだけですので、このまま使用してください。では早速起動していきますね。先ほどちょっとプログラムが間違えてたので、
ダメですよっていう文字が出ましたので、ここのダブルクォーテーションを追加してもう一度実行します。Python でファイル名を書くだけですね。では行きます。今度こそ動くでしょうか。エンター。コマンドは合っていたようですが、またちょっとエラーが出てしまいました。これは GPU で動かすときに、CUDA の12と CUDNN9 というライブラリーは必要なんだけど、それが入っていませんよというエラーですね。CPU で動かす場合は今のままでいきますけど、GPU を使う場合はもう少し設定が必要なので続けてやっていきましょう。やはり私のコンピューターにはトゥールキットが入っていなかったので、そちらのインストールも頑張ってやっていきたいと思います。では、CUDAトゥールキット 12.4 をダウンロードしていきます。このサイトに入って Windows の11を選んで、ローカルを選んでダウンロードをします。これですね。これをダブルクリックしていきます。OK。結構重たいファイルで時間がかかります。このような画面が自動に立ち上がって、同意して続行してください。高速推奨で次へ。そして環境のチェックが入って次へ。これでインストールが進んでいきます。実際はもうちょっと時間がかかります。でも次へ。で、閉じてもらって大丈夫です。同じように CUDNN。こちらもダウンロードします。こちらは、無料のアカウントを作る必要があるので、ここに名前とメールアドレスを書いてくださいっていうのに、登録してこの画面に入れます。こちらも同じように Windows 11番のローカルをダウンロードします。これですね。これをダブルクリックします。また同じような画面が立ち上がって、同意して続行してください。次へ。高速ですね。高速推奨で次へ。こちらは結構ダウンロード、インストール早いと思います。閉じる。これで OK です。ではフォルダを見ます。プログラムファイルの中の NVIDIA というフォルダに入ると CUDNN というフォルダがあって VQ15 というフォルダがあって中に bin というファイルがあります。ここを開いてこの2つのフォルダが入っていることを確認してください。この中の 12.9 の方を開いてこの中のものをすべて選択してコピーしてください。そしてこのフォルダから離れます。次に同じプログラムフォルダの中の NVIDIA GPU Computing Toolkit のというフォルダに入ってください。そして CUDA のところを開いて 12.4 をダブルクリック。そこの bin フォルダを開いてそこに先ほどコピーしたものをすべて貼り付けてください。管理者権限がいりますが、イエスで続けましょう。これで全て貼り付けられました。一応表示を変えて見やすくしますね。こんな形になっていれば OK です。では早速動かしていきます。Whisper フォルダに入って、同じようにパワーシェルを起動していきます。右クリックしてターミナルで開く。まずは仮想環境を活性化します。次にコマンドを入力します。エンター。どうでしょうかい？動きましたね。英語の訳だけですが、非常に早く30秒のセリフを英語で翻訳してくれました。結構大変でしたけど、ようやく動きましたね。英語の内容もかなり正確だと思います。では次は本番のバージョンをやっていきましょう。もう一つファイル。これもダウンロードできるようにしておきますけれども、こちらのファイルを使っていきます。こちらのファイルでは動画を、動画でも音声ファイルでもいいんですが、それを入れるとテキストファイルの日本語、英語、そして SRT ファイル、話す時間と会話内容が入っているファイルですね。その SRT ファイルが日本語と英語と出力されるようになっています。ほとんどそのままでいいんですが、モデルを変更したい場合だけ、このラージ V3 のところを変えてください。コメントに細かく書いてありますので大丈夫だと思います。では、起動していきます。先ほどと一緒で Whisper のフォルダに入ってパワーシェルを開きます。まずはいつもお決まりの仮想環境を活性化して、で次に、入力ですけれども Python、そして次に
ファイルの名前ですね。ファスパー、ウィスパー、ラ、キーワイ。で、この後にですね、動画ファイルのパスを入れてください。このテスト2でやっていきます。パスをコピー。そして、ここに貼り付けてください。これで動かしてみましょう。この13分ぐらいの動画ですね。結構長い。今 CPU は 12GB ぐらい使ってるでしょうか。もともとが撮影機材で 5GB ぐらいは使ってますので、思ったより多くないですね。今日本語が終わって英語の翻訳中のようです。でも結構早いですよね。14分ぐらいの動画ですからね。今英訳がどんどん進んでいってます。英訳の方が日本語の文字起こしよりちょっと時間かかるんですがね。今終わりました。だいたい1分50秒ぐらいで終わりましたね。すべてのファイルが保存されたみたいです。出来上がったファイルを見ていきましょう。まずはテキストファイルからいきましょう。ざっと見る限りほとんどミスがないと思います。一つだけファーストウィスパーがファーストビスパーになっているので、一括で変換していきます。私は VS コードを使っていますので、コントロール H で簡単に変換することができます。これは全部ファーストウィスパーのところがビスパーに変わっているので、全体の文章を把握しながら、この文字起こしを作ってくれている可能性がありますね。まさに AI が内容を理解して文字起こしをしてくれているという感覚です。次に SRT ファイルですね。こちらは動画にそのまま入れれば字幕として使えるようになるようなファイルです。このように時間とセリフが入っていますが、先ほどと同じようにファーストウィスパーのところだけ一括変換しておきましょう。これで OK ですね。これで字幕作業がとても簡単になると思います。それでは最後に動画の中でちゃんと字幕が合っているかどうか確認していきましょう。この動画の冒頭14分のところまで字幕をつけましたが、その最後の方14分ぐらいのところで字幕のタイミングと映像が合っているかどうかっていうのを見てみてください。英語の訳だけですが、非常に早く30秒のセリフを英語で翻訳してくれました。結構大変でしたけど、ようやく動きましたね。英語の内容もかなり正確だと思います。どうでしょうか？かなり正確ですよね。本当にこれ無料でこんなに早くできてこんなに正確でいいの？と思うぐらい非常に素晴らしいツールでした。ちょっとインストールの方法は難しかったですが、今回もチャッティと一緒に相談してうまく最後までやることができました。ぶっつけ本番のチャレンジだったので、分かりにくかったところもあると思いますが、この動画を見て皆さんもファーストウィスパーを試してみてください。これからも一緒にいろいろ試していきましょう。それでは今日の動画はこのぐらいにしたいと思います。皆さん最後までお付き合いありがとうございました。さようなら。バイバーイ。